こんにちは、のいろぐです。夫がとても愛用しているハーフパンツがあります。ちょっとクタクタになってきてしまったので、今回はそのお気に入りの既製服から型紙を取るということをやってみたいと思います。あくまでやってみたというもので、正確な方法ではないと思います。どなたかのお役に立てれば嬉しいです。パンツはウエストがリブニットになっているウエストゴムのタイプ、そして前に切り替えポケットと後ろにパッチポケットがついたシンプルなニット素材のパンツです。それではやってみましょう。まず前パンツから裾の線が水平になるように伸ばしておきます。パンツは多くの場合裾に対して生地の目方向が垂直になっています。この裾の線を手がかりに型紙を起こしてみたいと思います。股上と股下ができるだけ歪まないように置きます。この境目の点を通って裾の線と平行な線を実物に引いていきたいと思います。今回は線を引くのに細めのマスキングテープを使って引いていきます。直接チョコペンなので引いてもできるのかなと思いますが、クタクタになった立体の服に直線を引くのは結構難しそうです。夫には諸事情でサプライズで渡したいなと思っているので、なるべく痕跡を残さないようにテープにしてみました。コーデュロイなどテープを貼ると生地を傷めてしまうものもあります。目立たないところで試してやってみてください。続いて裾の前後の境目の点を通り、今引いたテープの線と垂直に交わる線を引いていきます。こちら側も同様です。直角三角定規を使っていますが、コピー用紙や厚紙の角でも代用できます。図面を描いていた大学生時代の名残で洋裁専用でないものを多々使っていますが、皆様も使いやすい道具を探してみてください。これで股下を製図するための補助線が引けました。必要な寸法を測っていきます。今回は 5mm 幅のマスキングテープを使ったので、テープのどちら側を起点にしているか確認しながら測ってください。ラインテープが手元にあると便利ですね。続いて股上です。股上の終わる点を通る垂直線を引いていきます。こちら側も垂直になるように生地を平らにし、脇のこの点と交わる垂直線を引きます。製図に必要な寸法を測っていきます。こちらは股下と共通の線が使えそうです。これで前パンツに必要な寸法が揃いました。実際に製図してみたいと思います。裾線を引きます。裾線の上に1の幅を取ります。取った線から垂直線を引きます。続いて2の高さの点を取ります。こちら側も同様です。点同士を結んで長方形を描きます。長方形の角から3と4の距離の点を描きます。続いて股下のカーブを描きます。端の点の位置に合わせて実物のパンツを置きます。裾の線や股下の垂直線がまっすぐになるように調整します。股下のカーブを写します。線をカーブ定規などで整えていきます。股下線が引けました。続いて股上です。股から5の距離の点を取り垂直線を引いていきます。この点を取った点から垂直線を伸ばします。こちらは股下部分と同じ線が使えそうなのでそのまま延長します。6
6と8の点を垂直線上に取ります。後ほど修正が必要ですが、一度ウエスト部分も結んでおきましょう。股上の線を写していきます。股下と同様に位置を合わせて実物のパンツを置きます。輪郭をなぞっていきます。線を整えます。4と7の点を通るように脇線をつなげます。ポケットの位置を移します。2点を直線でつなぎます。元のパンツを裏返してポケットの内布を描いていきます。ここの点をきちんと取れば、あとは大まかな形でもいいかなと思います。線を整えていきます。これで前パンツのパターンがほぼ完成です。続いて後ろパンツ。後ろパンツの方が幅広になるので、平らに置いても少し前に回ってしまいます。まずは股下のラインがきっちり出るように置きます。裾線が水平になるように気をつけて、前パンツと同様に裾と平行な線を引いていきます。ここの距離は前パンツと同じになるはずです。こちら側も線を延長していきます。股上のカーブと交わる垂直線を引きます。続いて股上です。この平行線に対し股上の線がウエストと交わる点から垂直線を引きます。続いてこちら側、最初に引いた平行線に裾とウエストの端の点から垂直線を引きます。必要な寸法を測っていきます。こちらは前パンツと同じ高さになってますね。これで後ろパンツ側も測り終わりました。整図していきます。裾線を引きます。裾の幅9の点を取っていきます。2の高さの平行線を引きます。股下側の垂直線を引きます。10の長さを取って股下を描く準備をします。実物の後ろパンツを合わせて輪郭を写していきます。股下の線が引けました。続いて後ろパンツの股上。12と13の点を取ります。
股上のカーブを描きます。後ろパンツの場合はこのように片側にパンツをまとめて平らに置くと大きなカーブでも写しやすくなります。線が引けました。続いてこちら側、先ほど写しておいた裾の端の位置から垂直線を引きます。11の点を取ります。さらに14の点も書いておきます。14の点から上方向へ垂直線を引きます。脇の上端の15の線を描きます。この3点を通る線を引いていきます。ウエストも一旦結んでおきましょう。ポケットの角が来る位置もだいたい写しておきます。前後パンツの製図がざっくり完成しました。続いて縫い合わせる部分が合うかどうかチェックしていきます。こことここの脇線の長さ、股下同士のラインの長さ、股部分の角も念のため見ていきます。そして脇のウエスト部分を滑らかにつなげていきます。前パンツ、後ろパンツ、それぞれ脇の長さを測って後ろパンツ側が5ミリほど短くなってしまっていたので線を延長しました。こうした誤差の辻褄を合わせていく感じです。続いて股下部分も測っていきます。後ろパンツの股下の方が3ミリほど長くなってしまっていました。カーブをより直線に近くするのと股の角同士がきれいに合うかどうか確認しながら修正していきます。ここを縫い合わせた時に滑らかなカーブでつながるといいので型紙を重ね合わせて確認します。今回ちょっと間違えて反対側のパンツの製図をしてしまったので紙の裏から線をなぞって見やすくしています。皆様は右同士か左同士どちらか一方のパンツを製図してください。こういう感じでつながります。ほぼ修正はいらなさそうですね。後ろパンツ側のカーブが少し短くなるように修正します。修正できました。続いて脇のウエスト部分、ここが滑らかにつながるように脇の縫い目に対してウエストは垂直である必要があります。脇の線同士を重ねてみます。ここは先ほど5ミリ伸ばした部分です。継ぎ目が垂直な付け合わせになるように滑らかにつなげていきます。5ミリ伸ばした点から垂直に線を引いて滑らかにつなげていきます。こちらの角も垂直にする必要がありますね。この2本の線が滑らかにつながるようにします。これで後ろパンツ側のウエストの修正が完了です。こちらの角も垂直にしていきます。
この2本の線が滑らかにつながるようにします。前パンツのウエストの両端が垂直に修正できました。製図から縫い代付きパターンを起こしました。前パンツに必要な型紙3つ、前パンツ、ポケット無痕の、そして袋布です。オリジナルのパンツを参考に図のような縫い代をつけています。続いて後ろパンツ側の型紙です。同様にこのような縫い代を設定しました。ウエスト部分の型紙ですが、今回はリブタイプのウエストゴムなので、ゴムを入れたリブ部分を伸ばしながら本体に縫い付けます。オリジナルのパンツのウエストの全周を測って、それに対してこのような寸法をつけて裁断します。もしリブでない伸びない素材でウエストベルトをつける場合は、前パンツと後ろパンツのウエスト部分を測って図のような寸法で裁断してください。ちょっと長くなってしまったので、今回はここまでです。次回の動画では実際にニットハーフパンツを縫い上げる工程をお話ししていければと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様のハンドメイドのお役に立てれば幸いです。